三宅が行く、こんにちは、文芸評論家の三宅かほです。今日はですね、母校というわけで母校、実はです、兄弟の生協の書店さんに行くんですわ。兄弟の生協の書店さん、わかりますか？なかったですね。なかったことなくないですか？これはですね、ルネって言っても兄弟生なら全員行く、ここのね、ほら食堂が2階で1階が書店さんになっていくんですよ。で、信じられないぐらい私ここで書店で本を買って、ここに育てていただいたと言っても過言ではないんですけど、今日はなんか新聞を読んでらっしゃる方がゲストです。すいません、突然無茶ぶりして今日はですね、三宅が行く初の芥川賞作家だぜということで、畠山牛尾さんに来ていただきました。畠山牛尾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとですね、兄弟文学部仲間1個違いっていうのがこの間判明して、マジの初対面なんですけど、はい、初対面と思えないふりをさせてしまいめちゃくちゃこの音と絵が視界の方に入ってきちゃって難しいものだなと思いました。これは何ですかって兄弟新聞という、京都大学新聞というね、100円でなんと読める、100円で読める、カラーの新聞ですね。カラーなのびっくりしますよね。いや、そうですね。もう全然今読んでたんですけど、ちょっと明るいんで後ろの文字が透けて見えちゃって、何書いたかよくわからない意味ない新聞の意味という感じで、我々でルネを回していこうという感じです。よろしくお願いします。本当で、ちょっとね、今日は私は畠山さんは結構面白い人だと思っていてだからすごい出ていただいたんですけど、入りましょう。なんせね、畠山さんはね、サッカー部なんですよ。いや、人類史上サッカー部で芥川賞作家になる人ってどれぐらいいるのっていう、ちょっと私は驚きでしたね。平野啓一郎さんとか以来なんじゃないですか。そうですね。って言ってたらいるじゃないですか。いましたね。めでたい芥川賞。ありがとうございます。ありがとうございます。と思ってたらさらにいるじゃないですか。そこにめでたい。ありがとうございます。じゃあ叫びもその前の改元もその前の地の底の記憶も置いていただいて、もちろん文芸集もありがたい限りでございます。ちょっと芥川賞面白かったですね。ありがとうございます。すごい面白い。改元も面白いけど、ありがとうございます。すごい私は改元まで読んでいただいて、いや、もう叫びも地の底の記憶も3作とも読んだんですけど、叫びは茨城が舞台なんですよね。そうですね。大阪の茨城が、そこからみんな大阪が舞台で、公務員の人が主人公ほーんと思うじゃないですか。そんなところから信じられないとこ展開になるのであらすじを読んだ気にならない方がいいですよっていう小説の最たるものだなって思う。ね、あれ読んだらびっくりしますよね。なんだこれはみたいになって、僕も本当銅鐸のインスタが出てくるあたりから何の話っていうのから、でもこれぞ芥川賞小説という感じなんですけど、ちょっとこれすごいですね。成瀬最近なんか兄弟卒作家さんの活躍がすごいなって。それこそ森美さんとかね、僕らの時でも活躍してて、やっぱりみんな森美さん憧れてるみたいなね、あります。兄弟文学部全員森美さん読んでませんでした？全員読んでましたね。全員読んでましたよね。ちょっと辞任が森美さん入ってる痛い人とかもね、やっぱり結構いはったし、これはなんか本邦初公開のエピソードなんですけど、元彼の LINE のアイコンが森美さんの絵でした。反応に困るで初対面で披露すべきでないエピソード。僕はそこまで含めて痛い人とは言ってないですからね。森美さんは僕大好きでしたね。そうですか。何が一番好きですか？いろいろ。狐の話ですね。狐の話。これめちゃくちゃ好きでしたね。わかる。でも確かにちょっとなんか怪現味ありますね。怪現の下敷きの一つです、やっぱり。やっぱそうなんだ。これの水神が僕ドラゴンが出てくる話があって、そこか。なるほど。このドラゴンの話がもうめっちゃ好きで、めちゃくちゃおもろいと思ったんで、歴史の使い方が抜群にもちろんうまいし。そう、森美さんやから文章もね、過不足ないし、イメージもいいし、これだけでいろんなイメージの合体ですけども、松浦久樹さんのあやめとかね、あやめはイメージでさ、そういうのをいろいろ合体して、あんな感じに仕上がったみたいな、一つのベースの一つがありますね。なんか改元もね、しましょう候補。そうですね。これね、石原書房さんっていう、多分あんま皆さん聞いたことないのではなかろうかという
一人出版社のところから出してるんですね、実は。はい、作品自体はその群像とか文芸とかいわゆるその文芸誌に載ったものなんですけども、2作入ってはい、それを一人出版社の方が出してくれまして、なかなかこういういわゆる純文学のジャンルなんですごく出すの勇気がお金的な面でね、商売ちゃんと成功するかなみたいなの含めてすごい勇気のいることだったと思うんですけども、やっぱ作品がこれは残すべきやからということで男気ですごく出していただいめでて。たいね、芥川賞を取られてこの作品もまた注目を浴びてっていう流そうですね、れやっぱすがすごいごく嬉しいですね。ね。改元もすごい面白いですし、はい、確かに森美さんとかをこう読んでる方がそのエンタメ小説の方に森美さんからこう行くのもいいですけど、はい、こういう順文に行くのもめっちゃいいと思うので、森美さんの次に読むのもいいかもしれない。確かに、確かに、まあ、文章はちょっとねコンデンスされたようなちょっと濃いめのところがあるんですけれども、話としてはやっぱり結構そのエンタメ的な要素もそのように読もうと思ったら読めなくもないと思うんで、ぜひこちらもよろしくお願いします。ぜひぜひぜひ本当に改元も叫びも、はいはい、心底の記憶もいろんな人が多分書評してさらにこう出来上がるし、なんか竹山さんのこう言葉で喋ってさらにこう読みやすくなる方もいっぱいいる気がするので、そうですね。叫びは割とその謙虚的というか、多分その改元が密教的としたら叫びは謙虚的、なんか割とこの分かりやすく僕的にはそのただの説明文やったらダメやからあれやけども、その説明も含めておもろいように書いたつもりなんで、改元はやっぱりその秘密にしてる部分があるんで、そこは多分違うかなっていうふうには思いますね。竹山さんってこう、大阪の商人みたいな喋り方しますね。朝ドラとかに出てきそうですね。なんか朝ドラ関西制作の朝ドラに出てくるうさんくさいって言われてます。そんなこと訳したら京都的なおまはん関西商人みたいな喋り方ですなみたいな。ごめんなさい、違う。おまはん言うて。失礼。でもね、この格好はちなみにやっぱ着物着よう、そして写真を撮ろうってなったんですか。これはね、僕結婚式の前撮りなんですよ。待って、ちょっと嘘でしょ。芥川賞の時は新潮が用意してくださった、はい、黒の紋付き袴なんですよ。それは新潮が用意してくださって、はい、これは新潮社さんじゃない。これは僕が個人的に妻と前撮りするときに撮ったやつでちょっと待ってください。待って、真鍋幸太郎さんは。これ真鍋さんあれです、ウェディングフォトの方なんですか。はい、ウェディングフォトです。信じられない。で最近娘生まれたので、またそのフォト撮ってもらいたい真鍋さんにという話を妻としてます。おもろすぎる。待って、真鍋さんもそんなウェディングフォト撮ったら芥川賞作家のアーシャとか書店に飾られると思わないでしょ、1ミリも。でも一応撮った時に僕アーシャなかったんで、はい、これ今後アーシャとして使うんで、はい、もしその芥川賞とか取ったら C つけますねって話をしたんですよ、その時に。で真鍋さんはははは、いいよみたいな。そう全然信じなかったんですけど。信じるわけです。それちょっと奥行きましょう。ルネの方に行きましょう。あ、すみません。すごい新書もいっぱいある。嬉しい。新書大賞。東畑先生のサイン本がある。すごいめでたい。新書とか読まれますか。新書言っていただいてありがとうございます。もちろん読ませていただきました。考察する若者たちも面白かったです。本当ですか。嬉しい。あれ僕上橋直子さんめっちゃ好きなんですよ。そうなんですね。じゃあちょっと見ましょう。どの作品が好きなんですか。やっぱ精霊の森人のシリーズが一番好きですね。いつ読みました。大学入って割とすぐかな。活字が大学からなんで読み始めたの。そうなんですね。それはあれですか。もともと本好きではなかった。全然。受験でみたいな。なんで文学部入ったんですか。僕ね文化人類学やりたかったんですよ。なるほど。ぽい。で、なんかやってこういう人文化人類学で結構いるんですよ。わかると思って。そうで文化人類学やるために文学部行こうと思ったら、文学部って実は文化人類学やってないんですよ。総人とかなんですよ。文兄弟は。行ったらできないって言われて、じゃあ諦めるかってなって。なんかサクッとしてますね。あんまこだわってもしゃあないからそれは。で文学研究やろうかなと思って行ったら、あんまりその文学研究的なものがあんま肌に合わないなと思って、そうやったら自分で書こうという。それで小説書き始めたんですか。そうですね。だから3番目みたいな、3番目の道みたいな。どういう文化人類学的なやりたくて、なんでその後なんか社会学とかもあるじゃないですか。フィールドは地理学とかだったら。社会学も肌に合わないと思った、絶対に。そうなんかそれなんでなんですか。
あんま言うと悪口になるからなんかじゃあ悪口にならない範囲でちょっと芥川賞作家の語彙力をもってして悪口にならない合わなかった理由を語っていただいてっていう。でもやっぱりその個人に興味があるなと思って結局その社会学は学問として当然立派なもんですけどデータ的な方向に、ね、そうだから小説はと逆じゃないですか。確かによく小説を社会学的に言うとつまらんみたいな話になるのは、せっかく個人まで切り詰めて書いたものをまた一般化するみたいなことやったらじゃあこの人じゃなくてもよかったってことみたいな話になるんで、社会学としてはそのマスを扱ってそのデータみたいなすごく意味があるんですけど、僕はその点がその個人に興味があったからあんまその主としての人みたいなとこは興味がなかったかなっていう。だと確かに文学研究な気はしますね。まだなんとそのアメリカ文学研究されて若島先生っていう私もすんごい個人的にエッセイが好きな、私が出会った人間の中で一番頭がいいと思いました。僕も多分そう思いました。思いますよね。若島先生ってマジで地球上で私が会ったことある人間の中で一番頭がいいなって思うんですけど。顔が賢そうな顔してるんですよまずあんま勉強しすぎたらこうなるっていう顔をしてる若島先生。勉強してるのに勉強して賢いタイプなのかな。それ気づけば書店の中に入ってはいすみませんここねルネは意外と広いとても想像より皆さん広いので、誰でも盛況ですけど全然学生さんじゃなくても来ていただいていいので、誰でも来てください。であなたはきっと入り口に入ってほーんと思って入ると意外と広いと思うことでしょう。私はそう思いましたよ。やっぱ普通の本よりめっちゃ本あります。当たり前やけどめっちゃ思います。それなんかありがたいですよね。ほんまにどっから大体どこ行ってました？ルネ来たらやっぱりでも小説は見てたな。なんかじゃあ小説の方に行きましょう。すごい2個ある分かった。これが新潮社さんが用意していただいてたやつで、これが前鳥の、ちょっとねこの間太ったんで顔がちょっとまん丸してるんですよちょっと。そうあと鳥山さん僕実はお友達で、あれですね、芥川賞じゃあ一緒に撮ってもともと知り合いだったんですか？いやなんかね会議のサイン会した時にそれこそ京都のね渋沢達彦行きつけやった本屋みたいなのがあるんですよ。名前が出てこない。そこでなんかそのサイン会することがあって、すごい。でその時に鳥山さん来てくれて会議めっちゃ面白かったですみたいな感じで、ありがとうございますってなって。京都の今も関西にお住まいですかね？いや明石に住んではりますね。明石なんだ。なるほどダブル受賞。そうですね。これ気になったでしょ。あらすじが説明するとですね大阪の茨城っていう町があるんですけど、そこの、公務員をしてる人が主人公で、その公務員のねなんか主人公がなんかこう銅鐸のインスタを上げるっていうなんかすごい読んでたのっていうようなところから始まって、そのじゃあ銅鐸っていうのをこう習いに行くっていうところからまさかの大阪万博のこうところからアヘンの話までつながるっていうぜいぜいみたいな本当話で、こっちのその時の家っていう話は本当一軒の家の話がちょっとモチーフになっていろんな家族の話が出てくるっていうところなので、結構こう場所の話だしローカルな話、結構なんかその今ってオンラインでどこでもつながるぜみたいな時代ですけど、なんかだからこそ小説でローカルな話がやっぱ書くっていうのが熱いのかなとか思ったりしたんですが、そうですね。面白いですよね。なんかやっぱ僕もノートでそれこそ書いたようなやつですが、やっぱ動けない人の方が興味が、動けるとやっぱりね逃げれちゃうというか、動けないから話も煮詰まってくるしみたいな、町田光さんとも対談したんですけど、この間その話になって、やっぱその何でも法に頼るのが最近は多いけども、やっぱその SNS とか典型で揉めたら逃げれるじゃないですか、デジタル空間やから。でも本当はその家族とか最たるもんで、なかなかその逃げづらいみたいな、そこでやっていくしかないみたいなこともあるんで、そういう時にその法じゃないところのこの突き詰めたドロドロした糸みたいなのも出てくるし、良くない欲望もそこで出てくると。それこそ話飛ぶんですけど、三宅さんの考察する若者たちっていうんで、それ面白かったです。で最後やっぱりその欲望を見つけることが大事だっていう、ある意味その欲望を見つけた欲望が良くない欲望だったっていう。確かにね、叫びはね、そこがその欲望の怖いところで、やっぱりそのやばい欲望につながってしまうっていうことが
せっかく見つけたのにやばかったみたいなことはねよくあると思うんで、文学は割とそういうのになっていくところがあるのかなというふうに個人的には思ってますね。確かに確かに。でもこのなんか私は早野のキャラが結構好きで、なん嬉しかいです。ちょっとねこれっぽいんですよね。そうですね。すぐ好きになってすぐ振られるみたいなところが私は結構なんかねいるわみたいな気持ちになって、そこが結構思い込みの強い人なんで。そうなんですよね。要するになんかそこがいいなってなって読んだりしてました。おすすめです。ちなみにさっき言ってたノートっていうのはノートっていうブログサービスで本当に名文を芥川賞受賞スピーチを畠山さんがノートに公開してるっていう体でいいですかね。まあ、受賞スピーチの原稿を公開していて、それがすんごい名文でバズっていたので、皆さん読んでください。この辺にスクショを貼ってください。であとそう町田光さんとはこの間、はい、朝鮮漂流で対談して、これすごい面白かったです。はい、これ私読んでないわ、まだ町田さん。これも朝鮮漂流っていう1814年ぐらいかな、ちょっとその年号忘れたけど、そのぐらいにその朝鮮に漂流してしまった人の日記が残ってるんですよ。でそれを元に書いたやつで、要するに向こう行ってしまったら日本に送り返すっていう決まりがあるんですけど、なかなかその行政のいわゆるお役所仕事に阻まれて、荷物数えたりしなあかんとかでなかなかその帰ってこれなくて、ああだこうだするっていう。ちょっと買います。そのああだこうだがねやっぱ面白いです。そうなんだ。やっぱ町田さんなんで。町田さんって面白いですよね。海外文学やっぱ英文アメ文では何やってたんですか。卒業論文一応フィスジャルですけど、それはもうちゃんとやってなかったなんか好きな作家さんとか海外の方でいますか。そうですね。ガルシア・マルケスとかもそれよく上がる好きやし、まあ最近やったらグレアム・スウィフトとか、ウォーターランドとかの人ですね。わかります。私も好き。はい、グレアム・スウィフトいいですよね。めちゃくちゃああいうのやっぱりおもろいなと思いますよね。はい。あとは、ベルンハルトとか。ベルンハルトだと何がおすすめとかありますか。ベルンハルト、やっぱりその世界工女が最初読みやすいかなっていう気が、これですね。まあ飯島さん僕の友達やから言うてるわけじゃない、友達なんですよ一応。そうなんですね。でもこれはやっぱり最初は読みやすいと思いますね。ベルンハルトってドイツの人でしたっけ。オーストリアですね。めっちゃおもろいですこれは。でもうんざりしますなんか。なんで。同じことをずっと繰り返すんですよ。はい。居酒屋とかでうざいおっさんとかいるじゃないですか。なんか同じことあれの究極版ですなんか。読む気なくなってきたんですけど。ところがこれが面白いところで、ずっと言ってうんざりしてずっと同じことを繰り返し、しかもその愚痴とかあんま切れ味も良くないんですよ。なんていうかアフォリズム的な切れ味みたいなあるじゃないですか。そうは言ってもこのシオランとかやったらもうちょっとこの切れ味のいい感じでバチバチっと毎回その節を作ってくれるんですけど、あんま悪口も切れ味良くないんで節がなくてだらだらついていってマジで居酒屋じゃないですか。最悪の読書体験が最悪の読書体験がただやっぱりそれをやってるとどっかでそれが不意にこの天井の声じゃないけど、ホーリーな瞬間が訪れるっていうところがその転じてっていうほどでもないんですけど、でもすごくそのダウナーな感じのダラダラとしたドラッグみたいな感じの感じですね。いいですね。セリーヌとか好きやったら好きかもみたいな。でも私ねドイツとかオーストリアとか全然肌に合わなくて全然読んでこなかったのでちょっと読みます。嬉しい。なんかでもあれですね、竹山さんの紹介が上手、読みたくなる。すごくやっぱりいい作品なんでほんまに。なんかおすすめあったらいつでも教えてください。全然あとそのゼーバルトはやっぱ最近は結構一生懸命読んだかな。ゼーバルトのこのコレクションがあるんです。これは全部読みましたね。どれが好きとかありましたか。僕移民たちっていうのが一番好きなんですけどはない。残念。でもアウステルリッツも代表作なんですごく面白いです。これもね、ドイツ文学好きなんですね。いや全然好きじゃないんだけど最近は結構、やっぱ観念的だなと思ったりもするから苦手だったんですけど、最近ちょっと私もです。観念的すぎて何もわからないと思っています。やっぱでもなんかそれがやっぱりさっきのそのずっと読んでるとうんざりするのが味わいになるじゃないけども、やっぱそういうおじさんになったのかなわからないですけどなんか苦労が身にしみるなじゃないけども、でもちょっと労働文学的なところもありますよね。読むのが労働ねどっちかってなんか感じのかわかんないですけどでもそれこそ今って結構その早めに流儀を下げてくれるような文学が流行りやと思うんですよ。要するに結構その共感って言いながら、要するに僕の持ってる結論を後押ししてくれるような
それ私も言いたかったっていうのそうそうが、うんなんか言葉のいいところだよねっていう風に今はなりがちですよね。そうそれはもちろんいいとこなんですけど、やっぱそれはそれとしてその結局そうすると自分と本で閉じた環境みたいになるから、もっとやっぱ本って自分じゃない遠いところに連れてってくれるもんだと、そういう良さもあると思ってて、同意で同意。そういうより遠くに運んでくれるもの一つとして、まあそういうゼーバルトとかベルハントがあるかな。ゼーバルトはすごく好きですね。あとはごめんなさい、これも喋っていいですか？もちろんもちろん。空手と文学もすごく好きで、これこれは何の本ですか？そのだからドイツがそのやっぱり第二次世界大戦で、敵国っていうか、加害国の一つであるんだけども、結構空襲でひどくやられたことの記憶がないことになってるよねみたいな感じで、エッセイ、エッセイとか講演も入ってますね。講演、これはねすごく面白いですね。おすすめです。どういうところが？だからやっぱ空襲をちゃんとかけてないんじゃないドイツはっていうことを。そうか、なかったものにしたいっていうこの欲望の方が強くなってしまって。もっと言うとエンターテインメント的でしかかけてないから、リアリズムに近いような文体でから目をそらしてないみたいなことをずっと書いてるんですよね。多分日本でもある意味当てはまるようなことだし、で僕の勝手な妄想なんです。ここから妄想なんですけど、古い吉吉って結構好きなんですけど、好きそう。古吉吉も途中から結構その空襲の話を結構書くんですけど、その筆致がねやっぱりちょっとこの空襲と文学頭に入ってんじゃないのって僕は結構思うんですよ、ね。じゃあゼーバルトって古い吉吉が読んだっていう記録がないから妄想なんですよ。そういうことです。ただゼーバルトが褒めるこいつの空襲の書き方はいいよっていう褒め方をする一人とね、なんかちょっと出てこないんですけど、で古井さんも大江健三郎との対談でこの人がいいみたいなピックアップしてきて、同じ人。そう元ネタだ。か分かんないけども、僕はそういう風に妄想で読んでいるという。いいですね。でも古い吉吉と、もしかしたら大江健三郎と一緒に読みたい文学かもしれない。古いと読むと結構相性がいいかもしれない。そうでも買おうかな。これもおすすめですね。面白い。珍しいですね今日。おすすめされて。いや今喋っててすごい思ったのが、私の割と苦手な文学をよく読んでいて本当に喋ってて面白い。なんか私古いも分かんないし、ドイツ文学もマジで苦手って思いながら生きていたので、大変勉強になります。古いさんちょっとやっぱりべったりしたところもあるから、それ情念しかないところがあるし、なんかウェットな男性の一人語り感があって、なんか今割とキーされそうなものの集合体みたいなところがあるから、っていうかなんかこうちょっと頭はたきたくなるっていうか読んでるとなんかそれはわかりますね。なんかこうね、いやでもっていうかね、でもなんか喋りながら思ったんですけど、やっぱね、なんかルネの品揃えは最高、本当にもう一生ここで本を選んでいましたよ。やっぱり宮部さんの海外文学推しとかも知りたいですよね。ぜひぜひ。私は数石黒が読みましたか？僕ね、それちょっと合わなくて。合わない、出た。ほら性格が違うから。でもそう数石黒とかは逆にその情念とかさっき言ってたようなものをこう抑圧して、それ緩く感じるだからなんか、そこがいいんじゃないですかっていう抑圧したところがいいんじゃないですかっていうふうに思っちゃう。あと全ての見えない光もめちゃくちゃ好き。それね、そう僕読んでみようかな。確かに藤井光先生、藤井さんは授業も出たことあるし、それもそうだし、あとちょっと待ってください。私は接点を見つけたいです。好みのこことここに今こう離れてそうなここのギリギリのラインを目指したい。ちょっと待って。私の好きなものの中で畠山さんもいけそうなものを探します。私はでも谷崎が好きなんですよ。僕谷崎大好きです。ささめゆきはベストぐらいです。僕の人生の。いいですよね。めちゃくちゃいいですよね、やっぱり。谷崎はいいですよね。いいですよね。なんかすごい確かに谷崎ここな気がします。なんかこう男性的なこうなんていうんですか、こう喋りの文学でありながら、そう町田さん的なところもいつつ、数石黒的な抑圧的な人も出てくるみたいな。ここな気がします。結構。それこそそのユキコとかもねずっと黙ってますもんね最後。実はお前の入った後の風呂には入らへん。あれめっちゃ好きですね。お前のこと汚いと思っとるみたいな。ギャグ落ち的なねところが。でもあれ結構やっぱ深いなと思いますね。確かに。これ欲しい僕。プラトーノフコレクション。これは何ですか？これはプラトーノフやからこの時代ロシアか。そうですね。知らないわ。
いや僕もねだからプラトーノフって名前はよくそのロシア文学史で出てくるけど作品はろくに読んだことがなかったからすごいこんな機会じゃないと読まへんなと思って、違いない。うん、アンナ・カレニナはどうですか？僕めっちゃ好きです。ああ、いい話、はい、私も好きです。やっぱりあれは書きぶりがええなと思いますね。いいですよね。文章がやっぱ過不足なさすぎてすごいと思いますね、やっぱり。私が一番好きなシーンが、はい、最初になんか夫のことをマジ無理って思い始めるシーンが、なんか耳が気持ち悪いこの人って思うっていうシーンがあって、なんかあったかもしれない。なんか天才だなって思って、確かによくそれわかるなと思って、なんかやっぱこう耳気持ち悪いとかいう本当にどうしようもないところから始まるよね、そういうのってねみたいな気持ちになって、はあって思った思い出があります。いいっすよね。もういちいちなんかいちいちいいんですよ、ね。いちいち、なんか僕やっぱみんなよく草刈りのシーンとかすごいね好きですね。なんか汗水くなってなんか頭空っぽになってとっても気持ちいいみたいなね。ああいうのその労働のシーンでよく労働だとあれが挙げられるじゃないですか。ソルジェニーツィンのイワン・デニーソビッチの一日とかで収容されてるから本当は働きたくないんだけどもでめっちゃ極寒の中で作業させてその死にかけの中で作業するわけじゃないですか。そのソビエトの粛清の時のあれだからでそこでそのレンガを積む仕事やってるんですよね。でめちゃくちゃその帰りたくて辞めたいんだけども、そのじゃあもう帰るぞって声かかった時にいやすまんここのあともう一個だけみたいなことを言うシーンがあってそこがねめちゃくちゃ感動的なんですよね。なんかやっぱその労働って基本的に良くないものなんですけど、そこにそのある意味危険なんですけどその純粋な労働の喜びみたいなのが書かれてあってすごく感動的なんですよ。そういうの畠山さんに書いてほしい。なんか結構私公務員の仕事のところもね好きだったんですよね。嬉しいですね。割とこういやでも本当にルネは人文が本当に充実してて素晴らしい。最近何読んだ？でもあれ読みました。僕カントの辞任の形状。今あれはいやでも2024年とかじゃなかったか、岩波出たのは多分それがでも結構やっぱり面白かったですね。どのあたりが？いや各論に入ってるんで要するに純粋に性批判とかは、かなり抽象高くて僕全然わかんないっていう要するに入門書しか読んでないんだけどもちゃんとその法のやつは結構その、具体的なこの場合どうしますかみたいなことがこの場合こうすべしみたいなのが書いてあるんですごく役所の感覚に近いんですよね。やっぱり法学だからカントと役所いいですね。やっぱり相性はすごくいいと思いましたね。それこそ法の話は多分この後の考察する若者たちの時でもかなり多分その話をしようかなと僕は思ってて、ぜひ我々の対談が波っていう雑誌に載ります。一つよろしくお願いします。お願いします。これですね。やっぱ法がすごく面白くて具体的な話になってるからこれは結構わかるんですね。わかるとこも多い。私はわかる気がしないと思っちゃうんですが、でも下巻の方が解説がそうですね。しっかりしている道徳の話なんで。なるほど。こっちの方がその方で具体的な話があったんで僕は面白かったな。親切が大切とかも書いてます。素晴らしい。なんかこういう時に私は難しそうな本は解説が充実すると買う気になるっていうこののがあるんですけど、ちょっとしっかり解説があったので、でも大学時代から本読み出してなんかこういう人から入ったとかありましたか？それこそでも大橋直子さんとかやっぱ森美さんとか。あとはでも漱石ですね。やっぱり最初。漱石はいいですよね。私も漱石は好きです。やっぱりね読みやすいですし、なんか初学者から最後まで寄り添ってくれる感じがねすごく。どれが好きですか？結構全部好きです。三四郎、それから坊ちゃんとか、猫も好きだし、一つって言ったら三四郎かな。心かな。でも三四郎も好きですけどね。三四郎はやっぱり文章がキレキレだなと思いますね。ビルディングスロマン的ですよね。日本なりの立身出世とともに。山下さんいいですか？私の三宅の恩人こと山下さんっていう書店員さんがいまして山下さんは人生を狂わす名著50の時から売ってくださっていて当時からフェアをねそうしてくださってほら見てくださいよもうこの時のめっちゃ
昔のあれ山下さんみたいいなくなっているあんなに読んだのにちなみに思い出があって、はいなんかこの人生クラスメイト50っていうのが一冊目に出た時に、まあ、デビュー作なので、ライツ社っていう明石にある出版社さんが出してくれて、なんかじゃあちょっと書店巡りをしようってその営業さんとね、いろんな京都書店さんをちょっと回ったんですよ。で、その時にルネもせっかくだから行こうって言って、行ったら担当の方が今タバコ吸いに行ってるんで一旦ちょっとみたいな感じで言われてはいみたいな。そしたらでもなんかその直後に言った同志社の生協とかだとめっちゃテキパキ対応されて、はいこんな感じでこんな感じでって言ったら兄弟はすごいなんか緩くて、そうで数石黒いいですよねみたいな話に盛り上がり、すごいじゃあ注文数石黒僕好きなんでたくさん入れます注文みたいに言ってくれていいんですかそんなみたいな話をだいぶ自由にやってますね。すごいそんなことを山下さんと喋ったなっていう思い出です。これは何のコーナーなんでしょうか。これはね、人生をクラスメイト50に出てきた本とかを結構集めてくれてたりとかするんですよね。僕高陵館大好きですね。高陵館いいですよね。一番好き多分。労働文学ですよね。ああ、そうかも確かに。違いませんか。なんか私的にディケンズは労働文学。まあ確かにでもあんな労働者いるのかなってちょっと真面目すぎ。いや誇張がかなり入ってる気が。それ岩波の役がすごい好きで。こっちでも読んで、最初こっちで読んで、あれですか、佐々木先生。わかる。あれめっちゃうまくないですか。高陵館は岩波で読んでください。佐々木先生の名役で、はい、私はもう岩波の高陵館めっちゃいい。僕もあれ抜群に、大いなるさんもあれは抜群にやっぱ新しいんですよ結構ね、その佐々木役っていうのが。リズムもすごくいい。天才、本当に天才。あれ読んだらやっぱ高陵館ハマると思うなみんな。わかりみがあります。キャラクターもめちゃくちゃいいんですよね。僕スキムポールが大好きでね。一番悪いともあいつ。一番悪い。一番悪い。これが三宅の好きだなですね。ちょっとリンクしてきましたねお二人。なんかリンクして若いかなり。哲学とかも読んだりされますか。まあなんか体系的に読むことはもう諦めてるんですけど、例えばその役所関係とかで。じゃあ結構こう小説の下敷きというかなんていうんでしょう、元ネタとして読む時もあるという。まあ全然結局使わなかったとかもあるし、それでその広がったりとかもするんで。そうですよね。小説のそういうこうネタってどこで思い浮かぶですか。読んでたらとか散歩してたらとか。散歩好きなんですか。散歩好きですね。まあそれこそ叫びは茨城を散歩してできた。あ、そうなんだ。すごい。あ、これは兄弟作家さんたちのコーナーですね。すごい、私が在学中より棚が増えている気がする。これはですね、今日コロナ禍の時に最果てた日さんが有志になっていろんな兄弟出身の作家たちにおすすめの本を聞いて、それが1枚になっているって大変豪華なやつなんですけど、京都に来た暁にはルネに来て本を買ってこれをもらって帰ってください。これはフリーペーパーなんですけど今もあるんやって感動しました。今じゃあ結構前なんですね。はい、コロナ禍の時だと2020年とかじゃないかな。なるほど。ここに入れたら嬉しいですね。僕はでも地の底の記憶でデビューした時になぜか置いてもらえなくてショック。そうあれ一番ショック。そうでもアフターワースだったら置いてもらえるようになったんで、やっぱりショーの力がすごいなって。権威に負けましたね。権威に負けました。違う、権威に勝ちましたね。ここに置いてくれてる。藤原先生。ああ、ここに。だらけですねもう。そうですね。素晴らしい。あと名録者気になる。ああ、河野先生。知り合いですか。そうでこれ私もまだ読めてないんですけど、僕名録雑誌の授業出てて、名録雑誌全部読んでたんで。すごい。名録雑誌好きなんですよ。なんで？面白いんです。なんか当時の考えとかがまあてか福沢諭吉とかがすごい僕は好きだから。諭吉わかります。私も好きです。面白いですよね。諭吉は文体がやっぱり面白いし、考え方も面白いし。とてもわかります。次こういうの書いてみたいとかあるんですか？こういう小説チャレンジしたりとか。書いてるのがやっぱり茨城の土地を舞台にしたもんで歴史なんですけど、ちょうど藤原鎌足の墓がね。鎌足って茨城に墓あるんですね。そうなんですよ。
まあ、もちろん説なんですけど、へーまあ、こう昔だからでも結構最近はかなり高まってるへで一応まあそういうことにして僕は鎌足りって結局その律令を引っ張って律令制度、確かにはい、法の話なんですよね。京竹山さん的モチーフだ、はい、でかつまあ天皇中心の国づくりに作り直したっていうのも、まあ、地の支配から法の支配みたいなところにやっぱ動いたと思ってでしかもそれも自発的じゃないんですね。今最近の研究だとやっぱりその東アジア的に唐が帝国としてすごく勃興してきてで結構その百済とかもしばかれたよ国土とかもしばかれたよみたいな感じで日本も唐みたいに体制にしないと消されるっていうのがあったからそういう風にしたっていうのがこれからもやっぱりそうなっていくと思うんですよね。やっぱそのどこの帝国の支配下に入るのかそれとも日本自身が帝国になるのかみたいなのを含めて多分今までのそのシンプルな国民国家でやっていけなくなるっていうところも含めて今とつながりようもあるかなみたいな、すごい面白そう。そのなんかそこの歴史のそうなんだよなと思って、なんか転換点ってでも意外とまだ文学のモチーフになってない気がする。意外とねなってないですね。なってないと思う。日本文学を見てなかったんです。見たかな。日本で好きな作家さんとか町田さん以外にいらっしゃいますか？現役の。炎上さんもそれこそ好きですしね。めちゃやっぱさっきの文字間の話もそうだけども、なんかこれは自分もやりたいなみたいな話がやっぱり結構あるし、歴史にね取ること多いですもんね。ネタを。小川聡さんとかは読まれるんですか？僕あれ地図と拳めっちゃ好きでした。なんか話聞いてて、なんか私の中でこうアキネーターでこう。東京京都みたいなこう私の中で小川さんと畠山さんが結構対になって聞いてましたなんか批評するならそこ対だなと思いながら聞いてました。あれめっちゃ面白いですねやっぱり。なんかすごいモチーフが、そう純文学じゃないからキャラクターっぽさはあるけど全然その全然海外文学とかあのぐらいのキャラクターっぽさって全然そうやっぱ面白いですね話が。とにかくそれに尽きるかなって結構でも知らない人がいるなっていう印象ですね。こうやって見てるとね、このルネの現代小説の棚ってあんまりそのジャンル分けてないので、割とこう見ると知らないわっていう人見つかったりするんですよ。堀江俊之さんとかもすごい好きですねやっぱり。作家さん同士の付き合いとかあるんですか？最近増えましたね。やっぱツイッター始めてから。なるほど。ナタリア・ギンズブルグとか僕すごい好きですね。これ買いたかったね。ある家族の会話です。僕菅敦子さんがすごい好きで。菅敦子いいですよね。めっちゃ好きなんですよ。わかる。それはわかる。で菅敦子さんが訳してて、ある家族の会話。最近のベストは僕のある家族の会話ですね。いやそろそろ私の財布がやばいことになりそうだな。ちょっと腕もやばそうです。確かに。そろそろ2時間になりますか？ 2時間いすぎ。いくらでも入れちゃう。いくらでも。全然まだまだいけるな。全然まだまだいけるな。ちょっと人文賞全然いけなかったな。まあいいや。どっかでまた第2弾やりましょう。そうですね。じゃあ一旦お会計をしてきますが、久しぶりに乗るねはどうでしたか？いやー楽しいですね。嬉しい。そこまで大きくない割にガチガチに硬派な研究所みたいなのもあれば。普通に小説の品揃えも充実してるし新書的なものもあるしそれこそなんぼでも入れる本屋だなと改めて思いました。私は畠山さんと初対面なんですよ。信じられますかこの三宅がよく最長なのではっていう YouTube になりそうな気がしており。一応どっちが先輩とかあるんですか？一つ上です。畠山さんのちょっと面白さが世界に伝わってほしいという気持ちが私はあります。本当に。共通項は見つかりましたか？そこは高慢と偏見と佐々木役は最高。確かに。理研でもイギリス文学の趣味はそうです。てかイギリス文学がもうあの辺はね。数尾石黒のというこの戦争が起きるので、やっぱ高慢と偏見。好きじゃないやっぱり僕は。やっぱビクトリア朝ですね。かもしれないですね。はい、イギリス文学はいいっていう話です。じゃあお会計しましょうか。はい。なんか予想金額聞いてないですけどね。確かにちょっと今日はなんか結構いった気がする私は。こいつが値段がわからない。あと分厚い本が。じゃあ畠山さん会計の前に予想金額の22,000円ぐらいじゃないですかね多分。おお。予想。私は3万。ないです。
3万いってないかな、2万5千円、いやじゃあいってるんじゃないですかこれ。いってるかな、うん2万7千円にします。お会計お疲れっした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと想像以上の金額になって私はびっくりだったんですけれども、そうですねびっくりしましたね。はい、でもまあね、楽しいですからね。ためになるもんだから、はいわかんないけど楽しいもんですから。はねい。はい、というわけで畠山さんの本もとっても面白くためになる。ぜひ読んでください。よろしくお願いいたします。叫びは芥川賞も取り、でもなんかそれ以上になんか2026年だからこそ面白い小説っていう感じも私はしていて、そこも含めて結構読むと面白いのではないかと思われます。ありがとうございます。よろしくお願いします。割とそれこそ本当に時事ネタとかも割と出てくるんで、もちろん時事が終わっても読めるようになってると思いますけども、そういう風に日常と結びつけて読むこともできる本やと思いますんで、ぜひ手に取ってもらえたら、嬉しいです。よろしくお願いします。はい、というわけで畠山さんが激面白い人だということがよく分かって世界に面白さが伝わってほしいです。というわけで本当ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。こちらの兄弟生協ルネさんは本当にいいラインナップで、今日も言ったんですけど、別に大学生じゃなくてもどなたでもお越しいただけると思うので、ぜひ京都に観光とか京都の左京区を森見富彦的に味わってみたいよとか、そういう方はぜひちょっと立ち寄ってもらえると、ここかと思ってもらえるんじゃないかと思います。マジでいい書店なのでぜひ来てください。とても楽しい書店です。ね。はい。というわけでぜひチャンネル登録といいねとコメントもよろしくお願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました。